不動産屋さんの階段です。海には霊がたくさんいるように感じますが、山にも何かが潜んでいるようです。さて、コメント欄に時々不思議な話を残してくださる S さんという方がいるのですが、これはその S さんのおじいさんが体験した山に関する不思議なお話です。その S さんのおじいさんは群馬県で山師をなりわいにしていました。山師と聞いて私はすぐ掛け事の当て屋や陶器の山を張る人のことだと思いましたが、山師の本来の意味は職人やキノコ栽培、狩猟などをなりわいにしている方々のことだそうです。その S さんのおじいさんは特に狩猟を得意としていたそうで、猟の時に体験した不思議な話を S さんは子供の頃よく聞かされました。そのいくつかをご紹介くださったのですが、特に私の印象に残った話がありました。それはこんな話でした。そんな山師のおじいさんですから、山は熟知していたので、近隣の山で遭難者が出た時は、よく捜索に駆り出されたということでした。その日も男性が山に入ったきり戻らないということで、遭難したのは確実でした。そこでおじいさんをはじめ山のプロたちが広範囲にわたって男性を捜索したそうです。何日も散々探し回ったのですが、その遭難者を見つけられない状況でした。するとその遭難者の男性の奥さんが、この辺に主人がいるような気がしますと言ってその場所を指し示し、重点的に探してほしいと頼んだのです。そこで言われた通りに探してみると、すぐにその遭難者の男性の遺体が発見されたそうです。あれだけ山のプロが全員でくまなく捜索しても見つけられなかったのが、身内の人のそんな気がするというところを探すと、ピンポイントで遭難者が見つかったということでした。実はそれも1回や2回ではなく、ここに父さんがいる感じがするとか、弟は多分ここにいるなどと身内が示す場所を探すと、遭難者がすぐに見つかることがたびたびあるのだそうです。S さんのおじいさんはそれが不思議でならないと言っていました。またおじいさん自身もちょっと不思議な体験をしています。ある日おじいさんはいつものように山に猟に行きました。その季節は熊が出る時だったので、熊よけの携帯ラジオを鳴らしながら山に入っていったそうです。奥深く進むと、急にその携帯ラジオの放送が途切れてしまいました。おや、電波が届かなくなったのかなと思っていると、突然のぶとい声で「もう帰れ」という声がラジオから流れたそうです。たった一言それだけで、その後はラジオから何も聞こえてきませんでした。おじいさんは、あれは山神様の警告だったんだなと言っていたそうです。おじいさんは明治時代の生まれで、山の掟にまつわる話はこの21世紀に聞くとまるでおとぎ話を聞くような感じです。でも昔からの言い伝えは、それがたとえ非科学的でもそこには何かあるのかもしれません。おじいさん曰く、山にはちゃんとしたルールが存在するというのです。おじいさんのようなマタギ、つまり狩猟をなりわいとする者は、山に入るとき鉄砲の筒先は上に向けて手のひらで塞いで、山の神に敵意がないことを示す必要があるとのことです。また山の石は絶対持ち帰ってはいけないそうです。石を持ち帰るとその分山の高さが低くなるため、山の神が怒るというのです。そういえばオーストラリアのエアーズロックで石を持ち帰ると不幸になるというんですが、そういうことなのかもしれませんね。他にも山に住む野生動物の不思議な行動からおじいさんは身を守る術を学んだそうなのです。例えば鹿は日頃は険しい岩場もものともせず自由自在に動き回れるのですが、それが輪を描くように一箇所でぴょんぴょん跳ねているときは要注意だそうです。
それは目には見えない山に潜む何かが通る時なので、鹿が敵意がないことをその何かに示す行動だということでした。人間には見えなくとも野生動物にはその何かが見えるということのようです。それは犬が飼い主には見えないものが見えることと似ていますね。そんな鹿の様子を見たらすぐ木立の陰に隠れてじっと待たなくてはならないそうです。また雄鹿がじっと見つめてくるときは立ち去れという意味で、それは山神様の使いだということです。ところでプロの山師は絶対に山彦などはしないそうです。下手に山彦をすると山の亡霊にこちらの居場所を知らせてしまい連れて行かれるそうです。人間には見えない山に潜む何かは山の亡霊なのか山の神様なのかは分かりません。でもほんの50年ぐらい前はその何かからこうやって身を守りながら人々は漁をしていたのです。こんな超常現象を普通に受け止めるおじいさんでしたが、神隠しなんてものはないと言っていました。昔貧しい家は子供を養えなくなると口減らしに子供を山に捨てたのだそうです。おじいさんの時代では神隠しは悲しい現実をさも超常現象のように捉えていただけだったのです。そんなおじいさんも他界して30年以上になるそうで、S さんはそろそろお墓参りに行かなくてはと思うこの頃だそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。